それでは、xt グラフについて説明します。xt グラフの x は位置を表します。ある物体がどの地点にいるのかなっていうことを表します。xt グラフの t は時間を表します。その地点にいるのが何秒後の話かな？ね、何年後の話かなっていうことを表します。これは今はわからなくてもいいけど、これが xt グラフのイメージ。例えば、これが浦島太郎の xt グラフです。はじめ、海岸から物語が始まって、そして時間をかけて竜宮城へ行く。で、竜宮城で長い時間過ごして、そして50年経ったら再び海岸に戻ってくる。こんな風に物語が開始して何年後に浦島太郎がどこにいるのかを表している。これが浦島太郎の xt グラフです。ちょっとこれではね、亀が遅すぎるけど、これただのイメージです。つまり、xt グラフっていうのは、どのくらいの時間が経ったら、どの地点にいるのかなっていうのを表すグラフなんだ。さっきの浦島太郎の話じゃよくわかんないから、一本道の運動を考えよう。1秒で1メートル進む球があるとしましょう。こんな風に1秒後は1メートルスタート地点から進んだ位置にいます。2秒後にはスタート地点から2メートルのところにいます。では、軸、そこがどの地点なのかを表す矢印、それを置いてみよう。この下に出てきた矢印が軸です。地面に目印をつけるイメージです。では、ちょっと難しいけど、表を書いてみよう。0秒後、つまり、スタート時は0メートルの地点にいたね。1秒後は1メートルの地点にいた。2秒後は2メートルの地点にいた。今日はこれ以上書かないけど、これずーっと書けるよね。1秒に1メートル進むんだったら、1秒後に1メートルの地点に、2秒後に2メートルの地点に、そして書いてないけど、3秒後に3メートルの地点にっていう風にずーっと書いていけるよね。この表をグラフにしたものが xt グラフと呼ばれるんです。これが xt グラフです。0秒後は0メートルの地点にいるから、0秒後は0メートル。で、1秒後は1メートルの地点にいるから、1秒後は1メートルの地点でここに点が打てる。で、2秒後は2メートルの地点だから、2秒のところは2メートルの地点っていうふうに、ここに点が打てる。そうやって点をいっぱい打って線を引いたものが xt グラフだ。こうやってグラフを描いておけば、何秒後に何メートルのとこにいるかがすごくわかりやすいね。何秒後に何メートルの地点にいるかがすごくわかりやすくなるね。こうやってグラフにしておくと、運動の様子がわかりやすいんだね。これ注意して。これ別に斜めに上に描いてあっても、その物体が斜め上に動いてるっていう意味ではないよ。あくまでも何秒後に何メートルの地点にいるかを表しているものだから気をつけて。では問題です。物体 AB の xt グラフを示してあります。物体 AB の速度を求めてください。では A の速度から求めていきましょう。1秒経ったら1メートル進んだ。2秒経ったら2メートル進んだ。だから A の速度は1メートル毎秒となります。B の速度はどうなるでしょうか？ B は1秒経ったら2メートルの地点にいる。2秒経っても2メートルの地点にいる。はじめからずーっと2メートルの地点にいる。2メートルの看板の前からずーっと動かない。
つまり b の速度は0メートル毎秒になります。なんだか b は物語のスタート時からずーっと物語の最後まで竜宮城にいる乙姫みたいな物体だね。乙姫の xt グラフはこんな風に物語の始めから最後までずっと竜宮城にいることになりますね。冗談ですけどね。そして、まだ余裕がある人は、ちょっともう一歩難しいこともやってみよう。この xt グラフの傾きは速度になっているんだ。確かに横軸の変化量分の縦軸の変化量 a の傾きは1だね。確かに a の速度は1だ。b は横軸の変化量分の縦軸の変化量。ね、縦軸の変化量は0だね。b の傾きは0だ。こんな風に xt グラフの傾きは、つまり傾きっていうのは横軸の変化量分の縦軸の変化量。ね、この xt グラフの傾きは、その物体の速度を表しているんだね。では、教科書より少し難しいことも話しておきます。このスライドは飛ばして OK です。xt グラフっていうのは直線である必要はありません。こんな風にぐにゃぐにゃ曲がってても OK です。またもちろん負の位置に物体がいてもいいです。軸なんてね、どこを原点と取るか、そしてどっち向きにするかってもう自分で決められるんで、当然物体がこの X 軸上のマイナスにいることもあります。で、こんな風にぐにゃぐにゃ曲がったグラフだと、これ傾きは何ですかって言われたって、場所によって違うよね。ここの傾きと、ここの傾きと、ここの傾きと、ここの傾きは全然違うよね。ここの傾きなんて負だからね。まあ速度だからもちろん負はあり得るんだよ。ここの傾きは負でしょ。で、後で勉強するけども、その時刻 t における接線の傾きを瞬間の速度って言います。この時刻における接線の傾きをこの時刻の速度、瞬間の速度とする。例えば、この時刻のところの接線の傾きをこの時刻の瞬間の速度とするっていう風に、瞬間で傾きが違うよね。瞬間で傾きが違うから、瞬間の速度が異なるんですね。で、xt グラフの傾きね、横軸の変化量分の縦軸の変化量ね、xt グラフの傾きはデルタ t 分のデルタ x。ね、このデルタ t 分のデルタ x っていうのは、ね、まさにこれは速度の定義だったよね。